は。フォトだよ。シルだよ。ねえねえシルちゃん、また最近とってもすごいことが発見されたんだよ。ここまで定型文になりそうだね。それで、今日は一体どうしたの？クジャクっているじゃん。知ってる。なんかめちゃカラフルでド派手な羽を持った鳥さんだよね。そうそう。日本でも一応野生種は少量生息してるけど、基本的には動物園でしか見ないド派手な鳥さんのクジャク。このクジャクにこれまで知られてなかった斜め上方向のとあるすごい能力があることが発見されたんだよ。斜め上方向？なんだろう。あんま飛べないイメージだけど実はめっちゃ飛べたとかかな。ブッブー。外れ。もっと予想の斜め上を行くような発見なんだよ。それじゃあ、あの鳥の姿は世を忍ぶ仮の姿で、実は地底人が地上に送り込んだ精密な生体ロボットがその正体で、オスの求愛行動と見せかけてアンテナ展開をすることで、人類にはわからない電磁波の周波数帯で地底と通信してるとか。いや、どういう発想力？そんなのが分かったなら大騒ぎになっちゃうでしょ。信じるか信じないかはあなた次第です。ごめん、さすがにそこまで斜め上じゃないや。それじゃあ、クジャクの説明も兼ねて PV を用意しといたから、まずはこれでざっくり内容を把握してもらうよ。この動画もそうだけど、最近なんかいろいろ実験的にやってるね。マンネリ化してきたせいか再生数落ちてきたからかな。再生数がというより、ずっと同じ構成でやってたから、作るのに飽きちゃったみたいだね。主はとっても飽き性だから。それじゃあ VTR スタート。クジャクのオスが分かりやすすぎる。この進化の方向性を間違えたのではないかと思うほどド派手な鳥はクジャクと言います。クジャクには大きく分けてインドクジャク、バクジャク、コンゴクジャクの3種類が世界に生息しており、種によって違いはありますが、基本的にド派手な見た目をしています。とは言ってもド派手なのはオスだけで、メスについては汚れた鶏に毛が生えたくらいの地味さです。化粧を塗りたくり、季節に合わせた流行りの衣装で着飾り、オスを狩りに街に繰り出すヒトカスのメスとは対照的です。ではなぜオスだけがこんなアホみたいにド派手な見た目をしているかというと、メスにモテるためです。もともとド派手な色をしているクジャクのオスは繁殖期に入るとジョービトウというさらにド派手な羽が生え散らかしてきます。そしてメスを求めて狂ったように地上を練り歩き、メスを見つけるや否や、これまた狂ったように気勢を発し踊り狂います。地味なメスはド派手さと狂い度合いを総合判定して交尾するオスを決定します。ルックスが良かったり銭を持っているオスを見つけると、同性同士でいる時には見せない奇妙な行動でそのオスを獲得しようとするヒトカスのメスとはこれまた対照的です。そんなクジャクのオスですが、大自然では至極当然な事態が起こります。それはバチクソリスクが高いということです。ラスボスコバやシサチコのごとくイカれたド派手さで地上を練り歩くクジャクのオスは、メスへのアピール度が高くなるという主目的が達成されやすくなる反面、当然ながら捕食者にも簡単に見つかってしまいます。繁殖期は羽の体積が結構大きく見えるクジャクのオスですが、本体は公園で浅ましくヒトカスに食べ物をねだる鳥飼いのクソザコ、ハトより二回りほどでかいくらいでしかなく、毒や発達した爪や牙などのこれといった戦闘能力もなければ、特に機敏でもなく、所詮鳥なので強い筋力もありません。そんなわけで捕食者にとっては格好の獲物とかすさかったクジャクのオスですが、黙ってやられるだけではありません。繁殖期のクジャクのオスは非常に気性が荒くなり、縄張りに侵入した動物に対しては、たとえ自分より大きかろうと天敵だろうとお構いなしに攻撃を仕掛けます。しかしここでもやはり至極当然のことが起きてしまいます。それは勝てるわけがないということです。野生動物は負傷などのリスクを極力避ける傾向があるため、パッと見でかくて様子のおかしいフルオープン状態のオスクジャクが迫ってくれば、天敵であろうとあまりのヤバさにその場を離れます。ただしそれは空腹ではない時に遭遇した場合です。空腹の場合、せっかく見つけた食事を見逃すわけもなく、オスクジャクの抵抗はほとんど意味をなさず普通に捕食されます。それがモテる方向に進化パラメータを全振りしてしまった鳥飼いのホストクジャクです。しかし
クジャクの持つ驚くべき特徴はこれだけにとどまらないことが最新の研究で判明しました。現代人である皆さんはレーザーというものの存在についてはご存知のことでしょう。急に話が変わってしまったようで恐縮ですが、レーザーはLight amplification by stimulated emission of radiation の略称で、人間文明で使われるような意図的に操作をすることで強力なビームにしたものはもちろんありませんが、レーザーという現象自体は自然でも発生する現象です。そのためそれは時折生物の構造の中にも見られることがあり、人間が数百年という時間で積み上げた科学ではまだ解明していない未知の仕組みが存在すると予想されるため、近年生物学的レーザーの研究が注目を浴び始めています。今回フロリダ工科大学とヤングスタウン州立大学の研究チームの報告によると、インドクジャクのオスの常尾等にある目のようになっている模様が光共振器のような機構となっており、光の波を反復反射させて整列させ、効果的に黄緑色のレーザービームに変換しているという、動物界での発見としては初となる衝撃的でユニークな特性を持っていることを発見しました。クジャクさんのあのキラキラ、なんとレーザーだったんですね。なぜ進化の過程でこのような機構を獲得するのに至ったのかという生物学的基準はよくわかりませんが、モテたいという願いが自然淘汰を繰り返すうちに遺伝子に刻んだ一つの奇跡であるということは間違いなさそうです。クジャクさん、ちょっとバカにしちゃってごめんなさい。それでは引き続き解説パートの方をご視聴ください。何これ、オールマイティー野暮じゃん。内容はオリジナルだけど構成丸パクリだよ。パクリじゃないよ、オマージュだよ。面白いものが作れて主はにっこり、リスペクトされて本家もにっこり、別に盗作でもなく利益が競合することもなく、双方のチャンネルのファンもにっこり、ウィンウィンの素晴らしいシステムだよ。このように動画スタイルをコロコロ変えるウプ主ですが、至極当然のことが起きてしまいます。それは伸びるわけがないということです。いきなりフラグ立てるのやめて。そんなこんなでこの内容についてもちょっと詳しく解説するよ。とってもきらびやかなオスクジャクさんの羽、特にインドクジャクは頭から胸にかけての鮮やかな青色、常尾等の目のような模様とカラフルな複数の色があり、ものすごくド派手だよね。これは羽毛の表面の構造が光を複雑に反射させるような光学結晶のような構造になっていて、特定の光の色の波長が強く反射するからそういう色に見えるんだ。こういうのを構造色というよ。それじゃ本当はあの色じゃないってこと？色っていうのは目に入ってきた光の波長を脳が処理したものだから、何をもって本当の色とするかというのは決められないけど、ある物体の光の反射率が高ければ高いほど全部の色の成分が含まれることで白く見えて、逆に吸収率が高いほど黒く見えるんだ。そして光の当たる物質の種類によって吸収・反射されやすい波長が違ってくる。つまりそれで物が何色に見えるかが決まってくるんだけど、その物質特有の光の効果以外に表面構造的な光の効果があると、玉虫みたいに見る角度によって違う色に輝いて見えたり、今回のクジャクのように特定の色がとても鮮やかになったりするんだ。これが構造色ということになるね。だからもしオスクジャクに構造色となる構造がなければ、何かしらの色だけが強く発色するという効果は弱くなって、同種のメスみたいに地味な色合いになっていただろうね。そうなんだ。綺麗な色になる羽毛の表面構造で羨ましいね。それでね、このこととは別に、とってもミクロな分子生物学の分野では、生体分子の変化を高感度で測定するために、光学を駆使したレーザー技術を用いる手法が注目されてるんだ。レーザーっていうと物理学とか工学ってイメージだけど、生物学でも利用されてたりするんだね。でも、あのレーザーをそんなミクロな部分に使ったら、熱とかでチュッてならない？種類とか出力を調整すればそんなことはないんだけど、人工的な光学レーザーではやっぱり、ミクロ領域でさらに生体分子ってのは厳しいものがあるね。そこで近年注目されているのが、生体物質を利用したバイオレーザーというものなんだ。なんかかっこいい。語呂がすごくいい。でもバイオとレーザー、イメージがつながらないんだけど。普通
通は工学的レーザーのイメージが強いからそうなっちゃうよね。でもさっきの PV でもあったように、レーザーってもともと誘導放出による光増幅放射という工学的な現象の意味で、外部からエネルギーを受けた元素は冷気して光を放つという性質があるんだけど、同じように冷気した元素にこの冷気による放射光が当たると、さらに同じ波長の光が倍増されて放射され、最終的に位相が揃った波の束として放射される現象のことなんだ。このこと自体は大量の元素からできている物体では多かれ少なかれ必ず発生することだから、無生物だろうと生物だろうと関係なしにいつも起きてるよ。つまりバイオレーザー自体は自然で普通に起きてる現象だね。工業用レーザーなんかでは人工的に光学結晶なんかを使って光共振器という装置を作ることで自然では発生しないようなレーザーの強力なビームを作ってる。なので生体材料を使ってこれと同じように元よりは強いレーザービームを作って利用すること、これがバイオレーザーの研究目的となるよ。そっか、レーザー自体は自然では普通の現象で、生体でビームにして利用する方法を今頑張って考えてるんだね。でも生体って鉱物の結晶と違ってシャキッとしてないから、思ったような装置にするのって難しいんじゃないの？その通りだよ。自然のバイオレーザーは人間外として装置を組むのと違ってたまたまそうなってるってだけなので、ビームとしてはほとんど収束されてないランダムレーザーという状態なんだ。これに人工的な操作を導入することでいくつかの実験では成功して実現してたりもするんだけど、まだ効率が良くないことなんかもあって、この分野では幅広くいろんなものを模索している状況なんだ。そこで登場したのが今回のクジャクというわけだよ。ここでやっとクジャクさんが出てくるんだね。生態学とか生物学の話をしてるのか、物理学とか工学の話をしてるのか、ちょっと何言ってるのかわかりませんね状態だったけど、そういう経緯の話だったんだね。人間って人の話を聞くときに無意識にカテゴライズしちゃうからね。先入観を突破して本当の話の内容を伝えるのって難しいね。そんなわけで生物界では珍しくぶっ飛んだド派手なクジャクさん、それが構造色によるものというのはとっくに分かっていたことだけど、この構造色の具体的な仕組みにはまだ謎の部分もあって、あまりにも特異的に色が鮮やかすぎるところが今回注目されたよ。そこで研究チームはクジャクの羽に特殊な塗料を塗って構造自体にどんな工学的効果があるのかを調べたんだ。その結果なんとインドクジャクのオスの上尾等にある目のような模様には可視光領域の緑色と黄色とオレンジ色を効率よく増幅させる効果があることが分かったんだ。これはつまりクジャクの羽は生物材料として恣意的に黄緑色のレーザービームを放つ構造になってるってことになる。これは生物界での天然の光共振器が初めて見つかったってことだよ。すごい、クジャクさんのオスすごい。メスにモテるためにレーザービームでしたった。少子化が騒がれる昨今、一数のオスもこれを見習ってもっと頑張らないとね。どさくさに紛れて濃いめのフェミニズム発射するのやめて。とまあそんなわけでバイオレーザーに関する新しい可能性が見つかったんだよ。具体的にどういう仕組みでこの構造がこんな特性を持ってるのかということはまだこれからのようだけど、この発見が今後の高度なバイオレーザー技術の発展に寄与するのは間違いなさそうだね。今回の研究論文はシュプリンガーネイチャーっていう科学ジャーナル誌でオープンアクセスになってるよ。誰でも全部見れるから興味があったら見てみてね。それじゃあ今日はこれでおしまい。せーの、ご視聴ありがとうございました。この動画は我が国における科学知識の一般理解と学術知見のエンタメ活用を推進するほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。